こんにちは、東京ベジライフのなつきです。今日はビーガンチーズを使って作るカフェご飯レシピ4品をご紹介します。ビーガンチーズは牛乳を使わずに作られているため、ビーガンの方だけではなく、乳製品にアレルギーがある方にも重宝されていて、最近ではいろいろな種類の商品が販売されています。その中で今日はテラフーズさんのマルデチーズを使ってカフェご飯4品を作っていきます。今日は動画の最後に2つほどお知らせがありますので、ぜひ最後まで見てください。それでは早速作っていきましょう。まずはマルデチーズで濃厚に仕上げるチーズキッシュ風を作ります。生地はおからパウダー 35g、アーモンドプードル 25g、コーンスターチ 25g、米粉 25g に塩1つまみを加えてよく混ぜ合わせたら、真ん中を開けてオリーブオイル大さじ3とお水大さじ2を加えて、ゴムベラなどでそぼろ状になるまで混ぜ合わせます。耐熱皿の底に生地の3分の1ほどを入れて固めるようにして敷き詰めたら、残りの生地を側面にもつけます。180度に予熱したオーブンで10分焼きます。キッシュ風のフィリングに入れるマルデチーズはチーズグレーターを使ってシュレッド状にしていきます。お野菜は旬の長ネギを白髪ネギにします。水切りした木綿豆腐 300g、 生のカシューナッツ4分の1カップを一晩浸水させたもの、豆乳4分の1カップを合わせて滑らかになるまでフードプロセッサーにかけます。ターメリック少々、ブラックソルト2つまみ、塩麹小さじ1、コーンスターチ大さじ2を加えてよく混ぜ合わせたら、オーブンで焼いておいた生地にフィリングを半分ほど入れて、シュレッドしたマルデチーズ、白髪ネギを交互に2段のレイヤーにして入れ、残りのフィリングを入れて蓋をするように広げます。180度に予熱したオーブンで35分から40分、表面がこんがり色づくまで焼いていきます。焼き上がったら少し温度が下がってフィリングが完全に固まるまで置いておきます。通常のキッシュ風にマルデチーズが加わることでより濃厚な味わいに。キッシュ風は作ってみると意外と簡単にできますが、手が込んで見えるおしゃれフード、お家でカフェご飯の日を楽しむ他におもてなし料理としてもいいですね。今日は甘みの強い旬の長ネギを使いましたが、きのこやほうれん草、かぼちゃなどお好きな旬のお野菜でお試しください。次に同じくシュレッドしたマルデチーズを使って濃厚クリームソースのライスグラタンを作ります。玉ねぎ1/2分の1個はみじん切りに、エリンギ1個は適当な大きさに切り、長芋5センチほどは一口大に切ります。フライパンにオリーブオイル大さじ1を熱したら、玉ねぎを加えてしんなりするまで炒め、
エリンギ、長芋、豆乳1と1/2カップ、塩麹小さじ2を加えてお野菜に火が通るまで弱火で煮込みます。ご飯2膳分を加えて混ぜ合わせたら、シュレッドしたマルデチーズを1カップほど加えて混ぜ合わせます。耐熱皿に移してトッピングする粉チーズ風は酒粕約大さじ1、アーモンドプードル大さじ2、ニュートリショナルイースト大さじ1、塩小さじ1を合わせて粉状になるまでフードプロセッサーにかけます。グラタンにたっぷりと粉チーズ風をトッピングしたら、200度に予熱したオーブンで10分ほど表面がこんがり色づくまで焼けば完成。カフェご飯といえばのグラタン、熱々のうちに召し上がれ。長芋はクリームソースに程よいとろみをつけてくれますが、ネバネバ感はなく、ほっくりとした食感が冬の一皿にぴったり。まるでチーズが加わることで豆乳の大豆感がない濃厚でクリーミーなソースになります。今日はライスグラタンにしましたが、お好みのパスタでもお試しください。まるでチーズは癖がなくモッツァレラ風の味わいのため、加熱しないサラダでも美味しくいただけます。サラダのドレッシングは粒マスタード小さじ1、レッドワインビネガー大さじ2、塩麹小さじ1を合わせて混ぜ合わせながらオリーブオイル大さじ2を加えます。あとはこの中にカラフルなお野菜を切って加えていきます。今日はきゅうり、黄色のパプリカ、トマト、紫玉ねぎを用意しました。まるでチーズも一口大に切って加えて、黒オリーブを加えて混ぜ合わせれば出来上がり。乾燥オレガノも加えて風味を出しましょう。レタスなどの葉物野菜を入れていないので、時間が経っても美味しくいただけます。彩り豊かなサラダがあると食卓がパッと明るくなり、いつもの食事も気分が上がること間違いなしです。最後にとろけるマルデチーズのホットサンドを作ります。グリルパンを熱したらオイルを薄く敷き、1センチほどの幅に切ったレンコンを並べて、塩を少々振りかけたら蓋をして弱火で蒸し焼きにしていきます。レンコンに火が通ったらひっくり返し、火を強めて焼き色をつけます。マルデチーズを薄く切ってパンに敷き詰め、レンコンを乗せたらオイル漬けのサンドライトマトを乗せて、バルサミコ酢のリダクションを少し垂らしてサンドにします。再びグリルパンを熱したらサンドを乗せて、片面がこんがりするまでしっかりとお鍋の蓋などでプレスします。ひっくり返して同じようにプレスすれば出来上がり。まるでチーズは糸を引いて伸びる感じではありませんが、加熱するととろけてカリカリのパンとサクサクのレンコンと絶妙なハーモニーです。グリルパンがない場合はテフロン加工したフライパンでプレスするか、オーブントースターなどで焼いてもいいですね。いかがだったでしょうか。今日はテラフーズさんのビーガンチーズ、マルデチーズを使って4品のカフェご飯のレシピをご紹介しました。マルデチーズは今日ご紹介したレシピの他にも、ピザにのせたり、ラザニアにのせたり、普通のチーズのように使えます。今日はテラフーズさんからこの動画をご視聴の皆様に特別に、マルデチーズを含むすべての商品が 3% オフになるクーポンコードを発行していただきました。
クーポンコードの詳細は概要欄にありますので、ご興味のある方はそちらを使ってぜひ購入してみてください。そして今日のお知らせ2つ目は、来月に東京で今日ご紹介したようなカフェご飯を作りながらテイスティングする会を開催します。インスタの方で先行してお知らせをしていたため、残りの席があとわずかとなっております。詳細は概要欄にリンクを貼っておきますので、ご興味のある方はお早めにお申し込みをお願いします。皆様にお会いできるのを楽しみにしております。それでは、See you next time!